当チャンネルにおいて魔改造とは、スケールモデルにアニメモデルの性能を持たせる改造のことを言う。皆様ごきげんよう。今回は第9回マクロスモデラースプラモデルフォトコンテストに応募した作品の全容をご紹介いたします。ぜひ最後までご視聴ください。こちらは長谷川様の VF0S ファイターを魔改造したものとなります。制作期間として構想から完成までおよそ3年の月日がかかっています。その制作難易度は過去最高クラスの上、完成後の破損率もトップレベルの特級呪物となっております。いや呪物じゃないけどな。パネルラインに沿って慎重に分割し、可動用のヒンジを自作します。胴体部にスライド伸縮機構を設けており、バトロイド形態でのプロポーションを整えています。脚部となるエンジンは2個のマグネットで密着度を高めています。ワングは肩となる部分と手の甲のパーツを除いて自作しました。一部寿ギアのジョイントパーツを使用しています。カウォーク。バトロイド時には脚部用に設けたマグネットを利用して固定します。多重ヒンジにより折りたたんで中央で合わせます。脚部には独自開発の内部フレームを仕込みます。何度も試行錯誤した結果、カウォークの逆関節とバトロイドの膝関節は別の軸を使用することにしました。ヒットのサイズに合わせて軸の位置や部品の形状を設計するのはかなり苦労したところです。ハンドパーツは差し替えとしワンポットも先端部分以外は自作の上伸縮可能としました。結局手作業で 3D プリントしたパーツを組み込むのでけどデータ通りにいかなかった部分もありました。ではファイター形態のギミックを見ていきましょう。キャノピーの開閉が可能となっています。ただしロックはないためパカパカ開きます。パイロットのホッカーのポーズに注目です。人差し指を出してまるで何かのスイッチを押そうとしてるかしてないか。チェンジバトロイドスイッチオン。今回はそういうのいいから。ピエアブレーキの展開も可能となっています。内部に支柱がありそれを立てて固定します。ファストパックはマグネットで脱着可能にしています。バトロイド製作時の失敗からより大きめのマグネットを選択しました。当然可変力は左右の連動こそありませんが稼働します。いいですね。マクロスゼロの世界観。現実と仮想が混じり合った感じ。ランディングギアの前側は取り外し式としています。そもそも格納するには深さが足らなかったです。ハッチはキットのものをプラ板と真鍮線で加工して本体部に埋め込んでいます。開閉ギミックの製作方法などは検索してもあまり出てこなかったので苦労したとこでもあります。
脚部はダミーの支柱を倒してから収納します。こちらもハッチはキットのものを加工して使用しています。ガンポットにアクションレース用のアタッチを取り付けできます。アレスティングフックは展開可能となります。ファイター形態で再現できたギミックは以上となります。可変ギミックの都合上大きく切り替えたりヒンジが見えたりしていますが、全体のシルエットは変えていないことがわかると思います。脚部のふくらはぎにあたるパーツは取り外し可能になっています。足首の位置変更が可能となっていますので目いっぱい引き出して再びロッツします。反対側も同様です。ガンポットが外れちゃいましたね。すでに外れましたが、このピンは胴体部との固定用なので外しておきます。膝関節を伸ばします。膝のアーマーを下ろしておきます。ゆっくり膝下の関節を曲げます。太もも側を引き出すようにすると関節が出てきます。反対側も同様です。膝の真ん中で外側へ10度ほどロール可能です。つま先は開ききると止まるようになっています。ファイターが多く完成です。尾翼を折りたたむ際は右側を引き伸ばしてから左側を畳みます。完成品トイではスライド引き出し機構がありますが、それを仕込むことは難しかったので二重ヒンジで折りたたんだ分の厚みをかわしています。どうしても脚部が邪魔なので一旦取り外します。取り外さないで変形するには手が6本ないと支えられないですね。アッシュラマンだけはこの変形をこなせます。本来の設計思想は真鍮線のレールに沿ってスライド移動し脚部をかわす予定でしたが、結局元の位置まで戻すことになるので無理はしないことにしました。折りたたまれたヒンジを展開します。マグネットの位置に合わせます。肘はスライドして関節を出します。このように外れやすいです。
反対側も同様です。再び脚部を取り付けます。ガンポットはグリップを引き出し方針を伸ばします。バーニアを引き出すことが可能です。ガウォーク形態完成です。やはり脚部は邪魔なので外しておきます。腕を下ろします。気筒管は外します。脚部のジョイントを展開します。頭部の隙間を埋めるカバーを展開します。胴体部を折り曲げて背面を展開し頭部をくぐらせるための空間を作ります。この黒いパーツにもロックがありますので外します。頭部を反転させて上に起こします。胴体中央部をスライドして縮めます。胸部の黒いパーツをキャノピーにかぶせます。襟後ろの穴に背面のピンを刺して固定します。あまり意味はなかったですが隙間隠しがあります。首を持ち上げて伸ばします。脚部はまっすぐに戻します。胴体とのジョイントの位置を変更します。この支柱のままでも取り付け可能ですが外れやすいので今回は外します。インテークシャッターを取り付けします。反対側も同様です。パトロイド用の補助パーツを使用します。穴に合わせてはめ込みます。パトロイド形態完成です。The Christmas tree's on fire.
Christmas. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad. I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas. いかがだったでしょうか。今回の魔改造はスケールモデルとはいえマクロスなのでアニメモデルとも言えますね。マクロスをメインに扱っている割にファイターの出番が少ないなと思っていた方もいるのではないでしょうか。ウプ主はこれがやりたかったわけです。まだまだ技術的に未熟なので段階を踏んでいけたらいいなと思ってます。マクロスモデラーズプラモデルフォトコンテストは投稿した写真が微妙だったかもしれないですね。毎回後悔します。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。